はい、哲也です。今日はね、トランプついに事実上の出馬宣言というテーマでお話してみたいと思います。今年1月に大統領を退いた後、トランプさんには弾劾裁判や税金問題などいろいろと鬱陶しいことがありましたよね。しかしその間にもテレビやラジオにもちょっと引っ張りだこの状態ですし、いくつかの大規模な支持者集会や CPAC という保守政治を求める人々が大挙して集う集会で何度も大演説をするなど、まさに意気健康といった感じですね。しかしここに来てトランプ支持者の間ではちょっと気になることが出てきました。それは大統領を辞めてから何度も大演説をしているにもかかわらず、その中で2024年の大統領選挙に出馬するという明確な意思が全く表明されなかったということなんですね。これは一体どういうことなんでしょうね。しかし先日ついにトランプさんの口から事実上の出馬宣言が出されましたよ。僕はこの情報をこの記事で知ったので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。トランプさんは7月20日あるラジオ番組に出演しました。その際、司会者のマイケル・サベージ氏とのインタビューの中で、2024年の大統領選に出馬する可能性があるかと質問されたんですね。その時トランプさんの答えはおおむね次のような内容でした。まだそれは言えない。選挙資金に関する規則、規制は非常に複雑でガチガチで、率直に言って非常に時代遅れなものだ。全く馬鹿げている。だが間もなくそれについて話すことになる。その時は多くの人々がとってもハッピーになると思うとね。あなたはこの言葉を聞いてどう思いますか？事実上の出馬宣言としか言いようがないのではないでしょうか。だってトランプさんの口から大統領選への出馬を断念するなどと聞いて多くの人々がとってもハッピーになるわけないじゃないですかね。トランプさんは多くの人々が喜ぶ結論を出すから楽しみにしていてねって言ったわけですよね。これ事実上の出馬宣言と言えるんじゃないですか。もちろんトランプさんは大統領選への出馬についてね、正式な発表をしたわけではありませんけれども、2月の CPAC での演説の中でもね、出馬の可能性はね示唆してきたんですね。またここ数ヶ月のうちにいくつかの報道機関に対して2022年の中間選挙で、共和党が上下両院とも過半数を取って勝利するということに、自分が貢献できた暁にはですね、何らかの意思表明をすることになると言ってましたね。で、今回はみんながハッピーになるようなことを言うって言ってるんですよね。これをねどう受け止めるかということなんですけど、僕は出馬宣言だというふうに考えますね。先月末でしたかね、トランプさんFOX ニュースのショーン・ハニティ氏とのインタビューの中で、大統領選に立候補するかどうかについてはもう決めているのかと尋ねられたことがあったんですね。その時はね、何と答えたかというとね、キリッとした顔をしてね、短くイエスとだけ言ったんですよ。もうトランプさんは2020年の大統領選挙に出馬する意思をはっきりと固めているんですね。トランプさんが出馬を決めた場合には前大統領としてのステータスもあるし、汚れた選挙の最大の犠牲者という見方もあるし、そして何よりもその年齢を感じさせないバイタリティと魅力により最も人気のある共和党の大統領候補となることは間違いありません。事実、以前もお話したようにね、テキサス州のダラスで行われた CPAC で、人気投票があったわけですけどね、その時に共和党の次期大統領候補として、ぶっちぎりの第1位の票を獲得したんですよね。2位のロン・ディサンティスフロリダ州知事が 21% だったに対して、これ全体の中でね、トランプさんはなんとその3倍以上の 70% でしたよね。これもぶっちぎりでしょう。ディサンティスさんの他はですね、事実上相手になれる人は一人もいませんでした。僕の大好きなポンペイオ兄貴もね、僕の大好きなケンタッキー州の英雄ランドポール氏も、米国初の女性大統領の呼び声が高いニッキー・ヘイリー氏もわずか 1% に過ぎなかったんですよ、ね。そしてあえて言えば
みんな大好きペンス前副大統領なんてね、0% でしたからね。0% ですよ。ゼロ。つまりね、4年間も副大統領を務めた人物に大挙して集まったね、この共和党支持者、保守系の人々は誰一人としてペンスさんに投票しなかったってことです。まあね、ペンスさんのことは共和党支持者の多くが裏切り者とみなしているんで、当然といえば当然なんですけどね。それはともかく、なぜトランプさんが現時点で正式な出馬宣言をすることができないかというと、それは先ほど言った時代遅れの選挙資金法があるからなんですね。現在の選挙資金法によれば、トランプさんが2024年の大統領選への出馬を正式に発表した場合、個人的な資金の運用に関して厳しい規制がかかるだけではなく、寄付や政治目的のための支出も厳しく制限されることになるとされているんですね。実際トランプさんの政治資金団体であるセーブアメリカパックは、2020年の選挙後に集めた膨大な政治資金をトランプさんが活用することを許可しているんです。そしてね、今年の4月、セーブアメリカパックは8500万ドルの現金があると報告しており、中間選挙に向けてこの資金はさらに大幅に増える可能性が高いと見られているんですよ。しかし今大統領選に出馬することを宣言してしまうと、法律上こうした資金を自由には使えなくなるというんですね。米国の選挙資金法ってどうなってるんでしょうかね。ちょっとね、これおかしいなと思うんですよね。ところでバイデン大統領は3月の記者会見では、記者団に対して2024年に再び大統領選に出馬する予定だと語りました。予想通りね、副大統領のカマハリさんの人気は極めて低空飛行を続けているので、バイデンさんがね、心身ともに健康なら、もう一度言いますね、心身ともに健康なら2024年に再選を目指して出てくるんじゃないかと思うんですよ。バイデンさんはその2024年には82歳になります。もちろんね、トランプさんだってその時は78歳、つまり今のバイデンさんの年齢になるわけですけれどもね、おそらくその時もね、今のバイデンさんよりも心身ともにはるかに力強く活力がみなぎっているのではないでしょうかね。いずれにしても現在のトランプさんのスーパーマンぶりは、オハイオ州とかフロリダ州での大規模な支持者集会や CPAC での演説などで完璧に実証されていますよね。なんせ1時間半以上も経ったままぶっ通しで話し方に緩急をつけ、時に派手なジェスチャーを交えながら大衆を笑わせ勇気づけ魅了する大演説ができるんですからね。そして何といってもトランプさんの話はいつもシンプルでドストレート、ね、実に小気味いいんですよ。7月11日にね、テキサス州ダラスで行われた CPAC での演説の中でトランプさんは大勢の聴衆に向かって次のように語りかけました。今ここにいる皆さんの支援があれば、我々は急進的な左派、社会主義者、マルクス主義者、そして批判的人種論者を打ち負かすことができるだろう。我々は国境をしっかりと守り、左翼のキャンセルカルチャーをやめさせ、言論の自由と自由な選挙を取り戻し、そしてアメリカを再び偉大にするぞ Make America Great Again とね。トランプさんのいいところは、口で言ってることとやってることがぴったり一致している点にあります。つまり完全に言行一致の人なんですよ。事実トランプさんはこの演説の直前に、いわゆるビッグテック、巨大 IT 企業が保守派の投稿やアカウントを抑圧していることを厳しく非難し、ツイッターやフェイスブック等を相手取って訴訟を起こしましたからね。今のアメリカのね、裁判所はあれですからね。あれわかるでしょ。どんな判断をするか分かりませんけどもね、言うべきことは正攻法できっちりと言っていくというトランプさんのスタンスは大変素晴らしいと思いますよ。いずれにしても運命の中間選挙まであと1年とちょっとですね。今のバイデン政権は国境問題などで不手際もあってね、決して盤石とは言えません。またアリゾナやジョージアなどの激戦州では厳密な監査を通じて選挙不正の問題が本格的に浮上し始めています。おそらく共和党はうまくやれば次期中間選挙で
上下両院とも過半数を取ることは決して夢ではないでしょう。その意味で共和党はこれからが正念場。トランプさんともども力を合わせてぜひ頑張ってほしいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。